皆様、こんにちは。オンラインコーチング There Will Be Answers 代表、常岡博人つんさんでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。NLP、神経言語プログラミングの知識、スキルをもとにコーチングを通じて、行きたい場所を見つける、作るという人生をご支援する活動をしております。この番組は、対人支援の各分野で活動されている方をお招きして、様々なテーマでお話を伺い、僕の専門分野であるコーチングと掛け合わせて、番組をご覧の皆様がご自分の人生を生きたいように生きるヒントをご提案していけたらなというふうに思っている番組です。本日私と一緒にお話を聞いていただきますのは、7年の会社員経験を経て、退職後、看護学校に通われ、主席でご卒業されて、看護師に転職され、子育てもされながら、TikToker の顔も持つ、なあこさんです。なあこさん、よろしくお願い申し上げます。はい、なあこと申します。皆さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。僕、今年で48になるんですけど、ちょうど人生の踊り場みたいなところに来てると、階段とかね、階段で踊り場ってあると思うんですけど、その人生の踊り場みたいなところに来てると自分で感じていて、ふと立ち止まって、なんかこう、新しい、これからの生き方を考えるタイミングやなって感じる部分が多いんですよね。で、そういう時に、2回目の一歩踏み出すっていう感じがするんですよ。自分の中でね。最初の第一歩の2回目。で、それが、なんかこの、番組ご覧の皆様も年齢様々だと思うんですけども、同じようなタイミングに来られている方もおられるし、これからそういうタイミングが来る方もおられるかなと思って。で、そういう時に、心の納得とか、頭の整理とかができて、次の一歩を踏み出す助けになるようなことをちょっとお話できたらなって考えています。今日のお話伺いますのは、本日のゲスト、元大分大学講師で、現在は認知行動コンサルティングオフィス代表の岩野卓さんです。産業組織心理学、健康心理学、行動科学、ポジティブ心理学、認知行動療法がご専門です。また、日常の疑問に心理学の視点からお答えする YouTube チャンネル、バッチコイ心理学にもご出演です。岩野さん、どうぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いしまお願いす。します。ね、だいぶ漢字の多い肩書きですけれども。なんかね、もうちょっとシンプルにできればよかったんですけどね。まあなんかね、ひょっとしたらひとまとめにしたらなんかこう、オリジナルの職業ができたら、それはそれで面白いかもしれない。いや、見てるとでもすごいなと思います。なんていうか、多岐にわたるというかね、いろんな、相談を受けても、こう、いろんな観点から、ご支援ができるんだろうなと思いながら、今日お話伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、岩野さんは先日まで大学、ね、大分大学にお勤めで、はいはい。この度独立されて、認知行動コンサルティングオフィスっていうのを開業されたばかり。いつ開業されましたっけ4月1日付なんですよ。じゃあ、国立大学なので、大分大学が。なので、年度代わり。はい、年度が変わらないと、退職の日まで待たないと、ちょっとこの副業規定に引っかかっちゃうので。だから晴れて、ちょっと退職された時に7月1日にポンと。そういうことなんですよ。けど、もう2ヶ月ちょっと経つわけですね、現在でね。そうなんですよね。なんか早いのか遅いのか、おかげさまでなんとか生きてるっていう感じです。いや、まあね、スタートはやっぱ不安ですよね、そういうのって、不安ですね、やっぱりね。なあこさん、その認知行動療法って、なんかどのくらいご存知ですか？私、一応大学が心理学科だったので、10年以上前にちょっと勉強したな。あと、看護学校の時も心理学の授業があるので、なんか聞いたなっていう記憶はあるんですけど、ぼんやりしたイメージ、なんか受け止め方を変えて、心を楽にするみたいな感じだった気がするんですよね。はい。その心理学の授業の中でその認知行動療法みたいなものが出てきてたって感じですか？そのワードは出てきた記憶があります。はい。ね、まあでもそういう認識でも多分、知ってる方じゃないかなと思います。もっとね、ひょっとしたらこの YouTube ご覧の方の中には初めて聞いたって方もおられると思いますし、今の大体、なあこさんがおっしゃったのって、おおむねどうですか？合ってます？バッチリでございます。嘘！さすがですね。よかった。まあでもそういうね、認知行動コンサルティングオフィスっていうのを立ち上げられたところだと思いますけれども、この認知行動療法っていうのは、クライアントの方っていうんですかね、支援対象の方っていうのは、どういった方々が対象で、またちょっとどういったアプローチ、いろんなアプローチあると思うんですけども、どういったアプローチで治療って言っていいんですかね、に当たっていくもんなんでしょうかね。まずじゃあどういう方がっていうところからですけれど、もともとは医療とかでやったんですよ。私も精神科で働いてたので、例えばうつ病だとか、
潔癖症だとか、そういった精神科の困りごとに対するのが、まず一つ大きい、クライアントさんの層なんですよね。ただその後結構いろんなサービスに広がっていって、わかりやすく言えば今スクールカウンセラーって結構いると思うんですよ。スクールカウンセラー。はい。不登校だとか、発達障害だとか、ああいうのも結構使えますし、意外かもしれないんですけれど、産業場面とかでも結構応用使われてるんですよ。産業。はい。復職とかっていうのは分かりやすいんですけど、例えば健康経営だとか、それから例えば社員のパフォーマンスを上げるために、パフォーマンスマネジメントっていう、認知行動療法の派生分野があったりするんですけれど、私の経歴のところに健康うんたらってありましたけど、健康とかパフォーマンスとか、そういうところにも結構応用されてたりします。今度は疾病を抱えておられる方に、治療を施すというだけではなく、実際の健康な方にもパフォーマンスを上げたりとか、あと、健康経営っていうのは会社自体の中の人間関係というか、そういうところの話になるわけですか？例えば、うまくいってない部分を、結局中身人間がいるじゃないですか。人の行動がうまくいってないとしたら、行動をどう変えるかっていう。例えば人同士がうまくチーム組めないとか、ほうれん草がうまくいかないだとか、ミスが、ヒヤリハットが多いだとかっていう時に、応用すると、それが減るよっていう、そういうこともやってます。じゃあ、本当に経営の中身というか、本当に会社の運営自体に認知行動、要は会社全体をクライアントというふうな見立てをして、その中の、さらに人間が、コミュニケーションの中で、つまずいたりとか、こんがらがったりとかしてるところを認知行動療法のスキルを持って、解きほぐしていくみたいな形。アメリカとかイギリスではそういうのは結構あったりします。日本ってまだあんまり多くないんですけど。そういうこともじゃあ、認知行動コンサルティングオフィスの方ではされようとしてるって感じです。あれば、ちょっとまずお話伺ってやったりとかも、できますよ。面白いですね。人間、個人個人だけじゃなくて、要は組織と、それこそ組織産業心理学ってね、入っておられますけど、認知行動療法には、実はそういう様々な、心理学の分野が、じゃあちょっと凝縮されてるというか、応用されてるって感じなんですかね。そうです。もともとは困りごと、メンタルヘルスの問題中心だったんですけれど、私の自分の論文とかでも、一般の健康な人がもっと元気になるだとか、そういうことも応用でやったりするので、結構多岐にわたって使えますよ。面白いですね。直子さんどうですか？ここまで来て、認知行動療法の持ってたイメージと、今のお話、ちょっとね、変わったかもしれないけど、どうですか？私が想像してた以上に、いろんな人に使える力があるんだっていうのにびっくりしました。そうね。両方って聞くと、やっぱりご病気な方とか、そういう方々のみかなと思うと、実はそうではないというところが、ちょっと広がりもあるところかなと思いますよね。組織もそうだし、個人もそうだし、疾病を持っておられる方もそうだし、健康な方もそうだしっていう、ほぼ全員じゃないかってね、対象としてはね、いうところもあっては、逆に言うと誰でも、お役に立てることができるっていう分野かなっていうふうに聞いてて思いました。今日のテーマとして僕伺いたい。自分自身もね、そういう、なんとか解決したいなと思っていることがいっぱいあるんですけど、ついやっちゃうっていうことがあると思うんですよ。ついやっちゃうからの卒業っていうふうに僕はテーマをつけようと今日思うんですけど、やっぱ卒業したいんですよ。何かというと、思っていること、要は何々これをこうしたい、こうした方が良いと自分で考えている。例えば痩せた方がいいとか、もしくは仕事に関してもこのようにやっていった方がいいとか、今これをやるべきだとか、そういうふうな頭で考えてこうした方がいいと思うこと、自分が本当はこうしたいと思っていることがあるにもかかわらず、そうならないことあるんですよね。ついダラダラしてしまうとか、つい全然違うことやってしまうとか、つい食べちゃうとか、そういうこともあったりとか、またもう一つちょっと段階が変わると、つい自分を責めてしまうとか、何でもかんでも、いや、自分が悪いとか、自分さえ何とかすればいいんだ、自分がダメだという、もうコーチングのしてる私ですらそう思うことが多々あるんですよね。で、
まあ人は変わらないけど、自分が変わらないと。で、変わるだけならいいんですけど、一回自分を責めてから変わろうとするとかね。そういうことがあったりして、結構しんどい思いすることあるんですよね。なこさんなんかそういうことあったりします？いっぱいありますよ。例えば、私、まあ、さっきも TikTok やってるとか言ってくれたんですけど、小学校2年生の男の子の子育てもしてて、まあ、子育てもしてる。看護師としての仕事もしてる。で、他にもいっぱいやりたいことがあって、まあその一つに TikTok もしてるとか。なんかやりたいことがいっぱいあって、もうあれもこれもって手出さなきゃいいのに、どんどん、いや、これもこれもって欲張っちゃうんですよね。で、もうダメだって息切れしちゃうみたいな。今度だから、やりたいことを逆にやりすぎちゃう方ってことね。そうなんですよ。コーチングとかしてても、クライアントさんがね、本当はこうしたいのになぜかこうなっちゃう。そのなぜかの部分だと思うんですけど、その自動的に変になっちゃうっていう、自分の思った通りにならないっていうことがあると思うんですけども、岩野さんのところには、そういうご相談とか、もしくはこれ、今までのね、ご経験の中でそういうクライアントさんとかもおられたりしました？もちろん多かったですよ。多いんや、やっぱり。はい。病院でも、学校のスクールカウンセラーでも、相談室に来られる方とかでも、皆さんやっぱり自分を責めたり、なんか、私なんかダメなんです、みたいなね。結構多いですよね、本当にね。本当多いですよ。自動的に物事をそういうふうに勝手に方向づけて考えてしまうっていうことって理論としてあるんですか？特に認知行動療法、認知ってついてるじゃないですか。認知がまたちょっと分かりにくい言葉ですよ。堅苦しいことですね。認知ってなんか嫌なんですけど。認知行動療法をすっごい分解すると、考え方と振る舞い方の癖をちょっと変えるってことなんですよ。認知に当たる部分が考え方。はい。で、行動が振る舞い方。そうなんです、そうなんです。そこの癖を変えていく。はい。で、人によって自分を責める人もいれば、相手を責めるっていう人もいるし、理不尽だって思う人もいれば、気にしない方もいますよね。こうやってその人ごとの、癖っていうふうに考えるんですよ。で、お悩みの方は、その癖が、ちょっと自分にとって辛い、もしくは困っちゃうパターンなので、それを困んない癖にちょっと変えれたら楽ですよねっていう。困る癖を困らない癖に変えていく。そういうことです。面白いですよね。癖というものが、まずそもそも存在するよっていうのが概念としてあって、その癖が自分にとって不都合というか、不具合というか、そういうものが起きるときに変えていく対象となるというところですかね。そうなんだ。最初からそう言ってくれよって思うんですけど。行動療法みたいな、6文字にガンガンってね。じゃあ、少なくともそういう、その認知行動療法の中には、その考え方の癖。考え方の癖っていうのが、さっき言ってたついやっちゃうとか、つい考えちゃうっていうところの部分に当たるってことになります、ね。そんな感じなんですよ。これとか2種類に分かれるのかな。責めちゃうとか、自分を責める、相手を責めるっていうのは、どっちかというと考え方の部分に当たるかなと思うんですけど、つい食べちゃうとか、他のことやっちゃうっていうのは、どっちかというと行動に当たる。はい。で、行動の癖もあるし、認知の癖もあるっていう感じなんですね。その通りなんですよ。はい。で、もともとは歴史的には行動を変えるっていうところから始まったんですよ。で、なんでかというと動物実験から始まったので。考えてることがわからないから、動物ワンちゃん何考えてるって聞いてもわかんないので。ワンしか言わないですからね。ワンかクーンぐらいしか言わないので。飼い主さんしかわからない気持ちみたいな。しかわかんないので。僕じゃわかんないね。旗から見てもね。で、もともとは実験とかをたくさんやっていて、で、これ人間にも使えるんじゃないって言って、その時に、いや、人間って考えもあるじゃんっていうふうに考えた人が、その考え方の認知のアプローチをとって認知療法って作ったんですよ。だから最初は構造だけの癖をアプローチしてたものが、ものを考えてますよねっつって、その考え方の方にも癖があるんじゃないかって注目されたってことですかね。そうなんです。で、この両方が合体して、認知行動療法っていうふうに。合体したんですね。はい。もともとは行動療法って言ったんですけれど。こっちは先だったんですね。それ先だった。1950年代ぐらいからなんですけど。例えばですけど、これ、当然ね、本当に重くなった場合は、そのセラピーにかかるって形になると思うんですけど、
多分そこまでじゃないっていう人もいると思うんですよね。はいはいはい。むちゃくちゃその生活に支障が出てるとか、そういう状態の手前。はい。でもこのまま行くとそうなるかもしれない。はい。なんとか未然になんとかして、なんていうかな、予防っていう言い方あれですけど、日頃からの自分でできる対処法みたいなのがあったら、まあ、ぜひともやりたいと思う人もたくさんおられると思うし、僕もそう思うんですけど、なんか、まあ、ケースごとにあると思うんですけど、例えばあったりしますか？その自分でできる対処法みたいな。これがですね、結構多いんですよ。多いんや。で、むしろ、認知行動療法って、なんていうんですか、道具箱みたいなもんなんですよね。道具箱。道具箱が認知行動療法って箱なんですけど、そこにいろんな技法があるので、かえってどれ使えばいいっていう話を、カウンセラーのところで、じゃあこれ使いましょうかとか、いや、今回はこれじゃないんじゃないですかとか、そういう話が多いです。ドラえもんですね。ドラえもんですね。クライアントさんがね、ドラえもん、なんとかしてよってなって。今日はこれみたいな感じで。これやって。で、出してくる道具っていうのって、これはそのセラピーとかワークに当たるものなの？ワークって考えた方が近いと思うんですよ。もちろん病院で、完璧に一人じゃもう無理っていう人に使う道具もあれば、同じ道具を、例えば、ちょっと夏までに2キロダイエットしたいだとか、ちょっと朝活がうまくいかないから朝活したいって、同じように使うこともあるので。程度問題はあれ、軸として同じ流れだった場合は、早めにそのツールを使い、認知の癖、考え方の癖と行動の癖にアプローチして、これを変えていくっていう道具があるってことですね。そうなんですよ。例えば、さっき僕が自分を責めちゃうっていう、認知、これ考え方の癖に当たるもんかなと思ったりするんですけど、なんかそういうケースだと、どういう道具が考えられる？コラム法っていう。コラム法。はい。その考え、他の考え方ってないですかっていう、ふうに考えるのがあるんですよ。例えば、まあ自分を責めるんだったら、なんか失敗とかして、俺ダメだ。で、辛い気持ちになっちゃうと思うんですけれど、じゃあ、例えばさんまさんだったらなんて考えますかとか。まあ、生きてるだけで丸儲けとか言ったら多分落ち込まないですよね。なんか自分でピコピコやってるとこであんま考えられないじゃないですか。そうね。はい。とか、まあ今は極端ですけれど、じゃあ同じ相談をされたら、その友達にどう言いますかって。自分が相談された側として考えてみるっていう感じ。そしたら多分、あなたはダメな人間だから落ち込みなさいとは言わないと思うんですよ。まあね、自分の。それだったら友達やめた方がいいと思うんですけど。人に相談されたときは、どっちかっていうとちょっと冷静になってアドバイスすることもできそうですよね。認知行動療法的には、一つの考えしか癖として見えないんですけど、ちょっと落ち着いたら、角度が広がって、他のが出てきますよね。これでもね、自分でそれするのって、結構どうしていいかわかんない人も、なんかそんな風に感じることあれ、別の考え方もしてみようって言われたときに、なんか、わかりましたって、なかなかならなくないですか？そう。なんか悩んだときに、よし、こう考えようって一瞬思っても、やっぱり自分の癖の方にまた戻っていっちゃう感じがします。癖やもんね。なんかそうなりがちだっていう、元々の性質というかね、今の状態があって、いわゆる別の考え方を持ってこようってなって、わかりましたって、別の考え方ってそもそも思いつかないパターンと、思いついてもすぐにね、言ってるだけの状態っていうかね、戻っちゃうっていうこともありそうな気がします。こういうクライアントさんもおられると思うんですけど、どうですか？ほぼ皆さんそうです。そうなんや。おっしゃる通りです。もう癖が強すぎて。そうなんですね。すごいシンプルなことだと思うんですけど、癖って一瞬で変わんないと思うんですよ。確かに。で、例えば、歯磨きだとか、お風呂だとか、自分でその服を着替えるとかって、一日で多分できるようにならなかったと思うんですけれど、どれくらいの期間で身につけたらいいっていうふうに思われました？例えば歯磨きにしましょうか。子供さん？お子さんに。
いや、まともに自分で一人で歯磨きって、未だにでも私、週に何回かは仕上げ磨きしてあげてるんで、もうすぐ8歳でも完璧には身についてないです、やっぱり。数年単位ってことですね、そういう意味ではね。ですね。歯磨くだけで、その数年単位なので、自分の20年、30年、40年っていう考えが1日で変わってまずないと思うんですよ、ね。そうか。子供なんか特に何もないところからスタートしても数年単位にもであるのに、大人の一旦癖がついた状態を変えていくのって、まあそう簡単じゃないってこと。なので、早いケースでも、大体ですね、一般的には14セッションって言われてるんですよ。14。1週間に1回で、まあ、アメリカの場合保険が効くんですね、認知行動療法。その回、回数限定なんですよ。まあ、多いのが10回から16、7回。で、まあ、間を取って、まあ、一般的には3ヶ月。っていうふうに言われてて、それくらいかかるので、一瞬でできなくても当たり前です、先に言います。じゃあ、新しいこと考えましょう。できません。普通だって話ですね。普通です。考えようとしただけ偉いですから。なるほどね。まあ、そもそもそれで考えついてんのやったらね、もう困ってませんもんね。そうそうそう。考えただけで偉いし、もし一個でも考え方を別の考えで出たんだったら、一歩前進ですよっていう。こういうふうにこう、ちょっとずつ癖を形成していくっていう。それを一緒にやっていくっていうのが、いわゆるセラピーに当たるってことなんですね。そうですね。セラピーであったり、まあ一般の困ってない方だったら、まあコーチングに近い形だと思います。ってことは、それこそ岩野さんがやっておられるような、一般の方がフラット、なんだろう、まあ、疾病を抱えているわけでもない状態で、相談に行く先としては、そこまで多くないってことなんですかね。まあ、ここ数年は開業されてる方も増えてるので、まあ、開業オフィスですかとかで、まあ、病院には行ってないんだけど、ちょっとなんか、一人でやるのもなんだしっていう方は行けますね。カウンセリングルームみたいな形、そうです、そうです。まあ、そこそこ大きい都市、7大都市圏だったら、まあ、何箇所かあるとは思うので。これってオンラインでもなんとかなったりするんですか？オンラインでやってるところもあるはずですね。お住まいの地域に、やっておられる方、僕も本当に身近にはいないんですけど、おられなかった場合に、どこへ出かけていけばっていうのもあると思うので。初回だけ、対面で、まあ、いろいろ話を聞いた上で、オンラインっていうのも聞いたことあります。じゃあもう完全フルオンラインってまだまだ。フルオンラインもね、あるとは思うんですけれど、まだそんなに多くないかもですね。岩野さんのところはどうですか？やっぱり初回は対面っていう形が。いや、私完全オンラインです。すごい。へー。じゃあ、お自覚におられない方はみんな岩野さんのところにご相談をしたいところですよね。あれなんです。私、カウンセリングが今、めったに引き受けてないんですよ。なるほど。だからコンサルティングオフィスって形ですもんね。そうなので、どっちかっていうと、対人援助の方が、僕、認知行動療法やりたいんだけど、周りで身につけられる、先生がいないから、ちょっと見てくれっていうの方が多いですね。いわゆるスーパーバイズっていうやつですかね。出ました。で、人を助けたいです。だけど、誰に教わったらいいかわかりませんっていう時って感じです。っていうのが、結構多いですね。それは、個人の方がやられる、それともなんか会社の中の、まあ、産業カウンセラーみたいな方がご相談に来られるっていうか、どういうイメージなんですか？今んとこ個人でちょこちょこ来たりはしますね。あと、まあ、研修で結構呼んでいただくことが多いので。研修ね。だって企業研修とか。企業とか、まあそうですね。あと企業さんの方で社内じゃなくて、例えば対人援助の協会なんですけれど、なんか認知行動療法の研修とか講演してくださいみたいな。そういうのも、それが今一番多いかな、仕事として。そういう時に、まあ今みたいな、いわゆる自動的に物事をやっちゃう時の対処法の話であったりとか、それに対する考え方みたいなもののお話をされる。そうなんですよ。で、結構なんだろう、我々の業界では、もう常識だよねっていうことを他で言うと、結構知らなかったってことが多い。いや、もうそうだと思いますよ。
例えばその悩みってなんで起こるかっていうと、大体気持ちの問題なんですよっていうと、何ですかって聞かれて。状況じゃないのってね。状況がそもそも困ってるから悩んでるのに、気持ちの問題ってどういうことですかってなりますよね。そう、結構、そうなんですよ。で、認知行動療法的には、一番の問題のその原因って感情なんですよね。気持ち。でも気持ちってすぐ操作できないんですよ。湧いてくるもんですもんね。そう。そのために間接的に、その考え方と振る舞いの癖を変えることで、その感情が、そのイライラとか悲しいっていう感情が変わってくるっていうメカニズムなんですよ。なおこさん、感情、どうですか自分の感情ってやっぱり変えにくいというか、そもそも扱いにくいですよね。扱いにくい。この息子に対して、バーンと湧いてくる怒りをどうにかした。それを怒ってる時に、いやいや怒らないようにしようっていうのはなかなか難しいですもんね。難しい。もう思うんですよ。毎日思うんですよ。もうちょっと自分の言い方変えようとか、こうさせたいっていう自分の考えを変えようとかいっぱい思うんですけど、もう怒りっていう感情が先に来ちゃったらもうそれが全部もうバシャーン吹き飛んでね。そしたらもうやっぱり本来の自分の癖の考えと行動がもう先に出ちゃう、全開出ちゃうわけですね。全開出ちゃう。こういう方に対しては、いわゆるそれこそ感情そのものをどうにかしようというよりも、いわゆるその考え方の癖とか、行動の癖も入るんですかね。そっちの方を注目して、ここに対して何か変化を加えていく、そういうことで時間をかけてっていうようなアプローチになるんですかね。おっしゃる通りで、今みたいに結構私も、ね、親御さんから聞くんですけれど、例ですよ。すごい一般例を言うので、お子さんがね、なんかやってくれないと。宿題やってくれないとか、っていう時に、例えばじゃあ、できてるところを3つちょっと教えてくださいと。どこできてますかっていうと、いいところ目が行くので、じゃあ、そういうのができてるお子さんに対しては怒りは浮かびますかっていうと、それはあまり浮かばないっていう方もいらっしゃるので。まず机に座れてるとか、鉛筆持ててるとか。とか、あと、不登校とかが一番わかりやすいんですけど、なんか、不登校の状態だったら、それは1年前に戻って、とりあえず学校には行ってくれるけど、でも、例えば朝寝坊したり、なんか、家事を手伝ってくれないとかっていう問題もあったと思うんですけれど、でも、学校行ってますよね。はいはいはい。だったら、不登校の状態なのと、とりあえずいろいろあるけど、学校行ってくれてどっちがいいですかって言うと、学校行ってくれるのがいいっていうふうに言う方が多いので、これ多分どこに注目するかっていう癖を変えたんですけど。同じ出来事、目の前にいるのは同じ子供、同じ出来事なんだけど、どこを見ますかっていうところをまず変えていくっていうところ。これ若干行動的なところであるんですけど。見るやからね。はい。問題にばっかり目が向くんじゃなくて、できてるところに向かうと、ちょっと落ち着いて、で、間接的に怒り感情が下がるっていうことなんですよね。だからできないとこ見て余計腹立つという。そう。また間違えてとか。また間違えたりね。また消しゴムもうそんな折れてとか、なんかそういう。また汚してとかね。消しゴムのカスバラバラになってとか、そういうところに目が行くと、またそういうせないかんとかイライラ腹立つってなるところを、今日は鉛筆持ってちゃんとノートに向かって字書いてるやんっていうところができてるとしたら、そっち見た方が、見てる方も腹立ちにくいってことですかね。そうです。例えばですけど、こういったような、ちょっと普段と違う、親御さんの癖をちょっとこう作るっていう。そうすると、怒りが下がる。良いところを見る癖っていうその行動の新しい癖を。そうです、そうです。はい。じゃあ、癖をなくすというよりも、新しい癖に変えていくって感じ。そうです。上書きするって感じの方が近いですね。なんかそう言われたら、直子さんね、なんかこう、ちょっとできそうな気がするとか、ハードルが下がりそうな気がしますよね。ねえ。ちょっと気楽になりますよね。そんなとこ見たらあかんって言われても見ちゃうって思うけど、こっちの方見たらって言われたら、これちょっと目線を動かすぐらいはできる気がしますね。癖をやめろって言われたら難しいけど。そうね。同じ見るという行動の先を変えるだけって考えたらね。なるほど。
まあ、それでもね、すぐやっぱどうしてもこうなる癖があるところを、こう、何回かかけて、それこそね、セッションのたびになんかこう、見つけてくる、なんかこのね、こう、書いたりとかすることもあるかも。書いてるとそういう、なんかこう、書くようなワークもあったりするんです。そうです。一般的には、次会うまでにこれやってみましょうっていう練習タイプなんですよ。ホームワークみたいなものがある。まさにホームワークっていうんですが、ホームワークって言うとちょっとね、宿題嫌いっていう人がいるので、私チャレンジしましょうって言うんですけど。なるほど、なるほど。はい。で、ちゃんとデータがありまして、課題を設定しないでカウンセリングだけするのと、課題やってもらうんだったら、治療効果違うんですよ。課題があった方が治療効果高い。あった方がいい。はい。で、これ説明の仕方で私こう言うんですけど、これは部活とか習い事タイプの、カウンセリングです。なるほど。だから、ここで話して終わりじゃなくて、主役はあなたで、あなたがスポーツみたいに練習をしてくれないと、スキルが上がんないんです。素振りせんないかんちゅうことですね。そうそうそう。で、まあ、やってもやらなくても、私はアドバイスするんですけど、やっぱり来て、どうだったか教えてくれたら、より一緒に考えやすいから、ちょっとこう、できる範囲から始めませんかっていう。なるほどね。っていうふうな、ことを言ったりします。ってことは、まあ、セラピストからクライアントの一方方向というよりも、こう、一緒になって、なんかそういう課題に取り組んでいくっていうようなイメージ。そうですね。だからもう、選手と監督みたいな。もしくはそのコーチングでいうところの、ね、こっちはコーチで、あなたがプレイヤーですっていう。本当にね、まさにコーチングの考え方とすごく親和性が高いというか、まあ、共同ってコーチングで言うんですけど、共同の同っていうのは、共に働くと書いて、一つの出来事に対して、一緒に解決していきましょうっていうような考え方を取るんですけど、まあ、それとすごい似たところありますかね。もう、ほぼ、言ってることは同じだと思います。ですね。直子さん、どうですか？そういう方がもしいて、なんか自分自身の困りごと相談できるとしたら、なんかちょっと楽になりそうな気がするんですけど、僕は。ものすごく頼もしいし、すごい信頼関係も築けそうですね。一緒にやっていくもんやからね。そもそもそういうことがある。そういう療法がある。そういうセラピーがあるということ自体を知るだけでも、なんかちょっとこう、捕まえる棒が一本増えたというか。ねえ、本当に。なんか結構子育てとかでも、どうしても孤立しがちなとこあると思うんですよ。僕なんかも海外で子育てしてるので、身近に相談できるママ友やパパ友みたいな、ゴロゴロいるわけじゃない中で、まあ僕自身はコーチングを学んでいるので、自分自身の知識とか概念みたいなものを頼りにやっていったりするんですけど、やっぱみんなはみんなそうじゃないと思うんですよね。でそういう時に相談できるお相手みたいなものがおられると、すごく助かるなって思ったりしましたね。なおこさん、じゃあここまでのお話伺って、まあ、ついやっちゃうっていうことから、まず卒業するっていうテーマにおいて考えると、まず別の考え方みたいなもの、要は癖。行動の癖も多分考え方の癖も、要は別の視点とか別の観点を持ち込んでみると。考え方であれば別の癖、要は望ましい癖っていうんですかね、を持ち込んでみる。行動の見るとかだったら、好ましいものを見るというような癖を上書きしていくっていうようなことが一つやり方として有効だ。これは時間をかけてやっていくとより良いよねっていうお話を教えていただきました。なんかここまでのお話で、なんか岩野さんに改めて聞いておきたいこととか、もしくはご感想あったりしますか？いやー、さっき、勉強会のオファーがたくさん来てるっていうことを伺って、多分認知行動療法を勉強したいと思ってる人が今たくさんいるんだなっていうのを感じましたし、逆にそうやって教えてくれる人も、岩野さんみたいな人も今日本ではかなり少ないのかなっていうのも聞いてて思いました。そうですよね。聞かないですもんね、あんまりね。いや、そうですよね。なんかもうちょっと増えてくれればって思うんですけどね。やっぱ難しいからなんですかね。まあ、ぶっちゃけて言うと、以前流行ってた心理療法ではないんですよ。一般的な心理療法って、認知行動療法じゃないやつが、1980年代まで流行ってたんですよ。で、その後、
世界的にこう、認知行動が増えたんですけれど、日本ではまだその、古い方、昔のその、少数の方たちのお弟子さんが今増えてる最中で。あ、なるほど、なるほど。はい。まだ全然その、教えれる人がめっちゃいるっていう状況にはなってないんですよ。じゃあもう、まさにその、これからの分野って感じですかね。これから私ぐらいの世代がこう、頑張って、普及していかないと、やってってなってるんで。だけどなんかニーズも増えてそうな気もしますしね、今お話聞いてると。病院で保険算定がですね、10年くらい前から取れるようになったんですよ。でも、やってる医療者がいないので。だから制度はあるけど、実際にそのやっておられる方がいないから適用される場面が少ないってこと？そうだから医師と看護師は、一応条件満たせば保険算定取れるんです。うつ病とか不安症とか潔癖症。そういう場合に、やったことないんですけどっていう方が多いので。専門にやっぱ学んでないとね、難しいところでしょうからね。なので、そういう時に、研修に私が呼ばれるっていうこともあります。じゃあちょっと後半は、その辺の、いわゆる、実際にやる側の立場としてのお話もちょっと伺っていきたいと思います。前半ここまでにしたいと思います。とりあえず前半、岩野さん、お話ありがとうございました。ありがとうございます。後半またよろしくお願いします。はい、お願いします。